ライゾマティクスとはそもそもどういう集団なのか、ちょっとずつ違うスキルを持った人たちが集まって一個のものを一緒に作ってるっていう、でもやっぱり自分たちが今までやってきたのってどっちかっていうと何ですかね、その場で何か起きてるようなこと、すごいことをやってるんだろうなっていつも思うんだけど、何がすごいのかがわからないぐらい成功にできてるからはい、それでは今回のスペシャルゲストを紹介させていただきます。ライゾマティクスより真鍋大斗さんと石橋元井さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ紹介お願いします。はい、ライゾマティクス共同主催の真鍋大斗さん、石橋元井さんです。ライゾマティクスは研究開発を中心にさらなる挑戦を目指すというステートメントの下で、2006年の設立以降、リサーチ、アーキテクチャー、デザインの3領域で数多くのプロジェクトやコラボレーションを通じ、リアルとオンラインを横断しながら活動の幅を広げています。高度な技術力と表現力を武器に、企画からソフトウェア、ハードウェアの開発、オペレーションまでプロジェクトのほとんどの工程を手掛けることも特徴です。個の力を最大限に生かし、チームとしての強さも高め、カッティングエッジな表現作品、研究を世の中に発表していきたいとのことです。ご無沙汰しています。ご無沙汰してます。前会ったのいつでしたっけね。ドイツ以来。もう本当あれ以来お会いしてなかったですかね。ポスフィアで東京ドームでやったそうか、あれ以来か。見に来ていただいて。はい、行きました。2016？セビット、じゃあ5年前にドイツのハノーバーというところで定期的に開催されるセビットっていうその技術の見本市みたいな、そうですね、世界最大級の、その時は日本がフィーチャーされていて、日本の技術をそこでこう展示するっていうか、見本市やってて、それのなんかオープニングのなんかイベントにその招いていただいて、でその時はライゾマティクスプリスケシのみきこさんっていうその形で参加させていただいたというのが最初の設定なんですけど、15周年。そうですね、2006年に作って、なんかもっと長くやってそうなイメージがあったけど、まだって感じが。本当ですか。なんかもう15年も経ってしまったなと思って、とはいえあっという間ではありましたね。でも最初すごいかなり少人数で始めたので、3人とか4人で始めて、今はそういうグループと会社も分けたりして、僕らのチームは25人ぐらいですけど、ハードウェアのエンジニアとソフトウェアのエンジニアと、あとそれプロデューサーみたいな。もう年々増えてってるって感じですか。年々増えてきましたね。なんか去年に向けて結構増えていったって感じですかね。そうですね。じゃあちょっと基本的な質問なんですが、ライゾマティクスとはそもそもどういう集団なのか。はい。どちらが答えるか。25人ぐらいいるんですけど、半分ソフトウェアのエンジニアで、半分はハードウェアのエンジニア、基本的には技術者集団って感じですけど、そこにプロジェクトマネージャーとかそういう人たちがいて、エンジニアって言っても建築をやってた人もいるし、画像処理のソフトウェアの研究をやってた人もいるし、プロダクトデザイン的なこともいるし、電子回路をやってる人もいるし、そういう感じでちょっとずつ違うスキルを持った人たちが集まって一個のものを一緒に作ってるっていう。あとそうですね、そのビジュアリゼーション、データビジュアリゼーションをやる人もいるし、そういう機械学習技術とか、そういうことの専門のエンジニアもいるので、なんか本当にスキルセットがバラバラっていうのが、なんかね、こういう集団だとみんなそのビジュアルをやってみたいなのとか多いと思うんですけど、その辺が結構特徴的かなと思いますね。今回はだからそのトゲンビでのそのいわゆる美術館という場所でのそのアウトプットに、なってると思うんですけど、なんていうかそのアウトプットの形に対してのなんかこだわり方ってあるんですか。今回の個展のコンセプトでもいいんですけど、そういう技術集団が最終的にその外に提示する形をどういうイメージで動いてたりするんですか。やっぱ一番多いのはパフォーマンスとか、シアターとかライブの演出に関わることが多いので、これまでその美術館の展示ってそのパフォーマンスとかそのシアターピースに比べるとかなり少なくて、で美術館で展示するってなった時にもちろん全部
美術館のフォーマットに作品を全部合わせて、例えば映像だったりとか、なんでしょう、そういうなんですか、あんまりそのパフォーマティブじゃないものにシフトしていくっていうやり方もあったと思うんですけど、でもやっぱり自分たちが今までやってきたのってどっちかっていうとなんですかね、その場で何か起きてるようなことだったりするので、なんで今回展示の中で割と、ダンサーさんが常に踊ってくれるってことはできたらもしかしたらそういう形もあったかもしれないですけど、そうじゃなくて、ダンサーはいないけどそういうちょっとダンスピースに近いような形の、作品を作ってみようと思って、展示をやったっていうのはありますね。じゃあせっかくなんでそれね、見させてもらえますかね。映像でぜひ拝見しましょう。マルティプレックスっていう作品ですね。やっぱりこれなんか作る前にさっき言ったみたいになんかそういうパフォーマンス的なパフォーマティブなそのインスタレーションとパフォーマンスの間ぐらいにあるようなもので、しかもやっぱり今回リアルな会場でもこのご時世でできるっていうことがあったので、やっぱ会場に見に来て初めて体験できることがありつつ、ただやっぱオンラインで見たりとかそういう映像で見るっていうこともやっぱ今の時代多いので、そういういくつかの視点で作品を鑑賞できるような仕組みをまずは作ろうっていうふうに考えて、でその次にその美術館の構造とか空間を見て、やっぱここのスペースってものすごく広かったので、もともと結構なんか分割してね使うっていうイメージもあったんですけど、これはもう全部この空間一つ大きい作品を作ろうっていうことで考えて、でそこからちょっとずつコンセプトに合わせて、じゃあキューブ、他のねいろんな物体を動かすっていうプランもありましたけど、ダンサーさんとのそのインタラクションを考えて、これぐらいのサイズのキューブをこうでこのサイズだったらキューブここぐらいあるといいんじゃないかとか、これ2つに部屋が分かれてるんですよね。そうなんです。これの今のこの映像だったら、奥側に大きなモニターがあって、そうこの映像ですよね。その通りです。で彼女たちが、そのボックスと一緒にまず踊っているというその映像が流れてて、でこっちに入ってくるとその人は存在してないけど、このボックスの動きとかこの映像の動きとかは全部その向こう側の映像とリンクしている、リンクっていうかそのまま同期してるんです。そうですね、同期してます。なんか黒いロボットの上にカメラがついてるんですけど、そのカメラの絵を生で取り込んで、リアルタイムで取り込んで、合成して、映像で見るみたいなことをやっていて、なんでそうですね、そのダンサーはいないけどそのダンサー以外のものは全部存在するスペースっていうのを、肉眼で鑑賞するものと、でいないはずの、ダンサーのデータが合成されている映像を他の部屋で見るっていう、なんで2つあって、もう1個あとオンラインでデータだけを鑑賞するっていう、3レイヤーあるんですけど、展示の最後の方にネタバラシ的にバーってデータがなんかそうあそこに、なので3つの視点なのかなっていう感じですね。なんかちょっと補足がありそうな顔してるんで。大丈夫です。はい。なんか言わせて。でもオンラインで見て初めて全てのものが完結というか。今ってやっぱりそのコロナ以降、その美術館をVR とか、そのリモートで鑑賞するっていう試みが本当にいろんなところで行われていると思うんですけど、でもそれってやっぱり一番多いのは例えばその全方位カメラとかその 3D スキャンの技術を使って美術館を全部3D のデータにして、でウェブサイトであたかも現場にいるかのような体験ができるっていう、そういうミラーワールドじゃないですけど、そのアナログの世界をそのままデジタルに持っていくっていうことが、一番多いですし、本当にそれが重要もあって正しいと思うんですけど、僕らやったのは何でしょう、このリアルのものとその映像で見てるものっていうのはちょっと違うものを見ていて、なんで肉眼で見ないとわからないものもあるし、映像で見ないとわからないものもあるし、さらにそのオンラインでデータだけで見ないとわからないこともあるっていうので、だからそのミラーワールドを作るっていうよりもちょっとそれぞれが境界線が変な風になっているというか、その3つでなんというか世界を包括的に見るみたいな感じ。そうですね。例えばその映像だけでやることももちろんこのインスタレーションできると思うんですけど、でキューブだけはちゃんと存在させて、動かすっていうことでなんですかね、完全にバーチャルにしないで、アナログのとかフィジカルの部分も残すっていうところで
なんかちょっと面白いインスタレーションにならないかなと思って、やった感じですね。これ見た時にまさしくその5年前のそのセビットのパフォーマンスをちょっと思い出したんですけど、要はその時もプロジェクションマッピングというその映像技術を使っていたんだけど、そのいわゆるもともとあるそのプロジェクションマッピングって、それに対して映像がバーッと動いてたら、それにフィジカルな人間が対応するってなった場合、その人間側がその映像に合わせて精巧に動かなければならないっていうのが、映像が変化せずに人間があくまでも合わせる。パフォーマンスする側としてはそういう形でそのプロジェクションマッピングと関わるっていうことに対してちょっとこう違和感というか、すげえ機械にコントロールされてんじゃん俺たちみたいな、機械って言葉がちょっと古臭いかもしれない。でもその時はいわゆるあんまり専門的な言葉はあれやけど、要はその映像マンがその時やってた技術になって、要はその照らす場所っていうものがどこにどう動いても、そこに正しくその映像が投射できる技術っていうのがあの時あって、逆についてくる。だからその人間とそのテクノロジーのバランス関係がすごくその変わってきているっていうことをすごく実感できた瞬間だったりとかして、すごく興味深かったんですけど、その流れとかはなんかこう実際に世の中をご覧になっていて、そういうふうにライゾマの作品も変わっていったのか、どういったところでこう人間がデータに合わせるからデータが人間に合わせるようになっていったんですか？トラッキングとかでもね、99年ぐらいからやってますよね。僕らがもともとそのインスタレーションとかギャラリーでやってたのとかも、でもそのリアルタイムにコンピューターを使うとリアルタイムに処理ができるからそれを生かしてるっていう感じなので、舞台とかもそれがうまくなんていうんですかね、舞台のそのリアルタイム性みたいなとことそういうコンピューターの持つそのスピードとかリアルタイム性みたいなのがうまく合ってるのかなとは思いますね。ちなみにトラッキングっていうのはどういう技術なの？トラッキングっていうのは、これもそうなんですけど、これの場合だと赤外線の LED が、キューブの上面についてるんですけど、何箇所かついてて、人間の目には見えないんですけど赤外線のカメラで撮ると、そこが見えるんですよね、点が。でその点の位置で、キューブがどこにあるかっていうのが全部わかる。この技術やっぱりすごいことをやってるんだろうなっていつも思うんだけど、何がすごいのかがわからないぐらい精巧にできてるからそうなんですよね。これ上にはカメラ、これ何台ですかね。20、30台ぐらいついてる。30台ぐらい。このキューブの位置をずっと認識するためのカメラが上についていて、上と横と。そうですね。あとこのカメラもこうやって動いているのでモーターで、そのカメラの位置と角度と。実際このいわゆる目の前にあるこのカメラが映像の中のそうですねものになってるんですよね。だから上につってあるそのカメラっていうのはキャプチャー用のカメラ。そうですね。上につってあるカメラはそうです。センサーっていうことですかね。トラッキング用の。いつもこう技術の方が先にあって作品ができていくのか、作品のコンセプトとかこうしたいっていうのがあって技術を開発されるのか、どちらの方向なんですか？なんか同時並行でやってるところもあるんですけど、その技術の開発っていうのはなんか案件ベースっていうよりもその研究開発のフェーズで、今これをやったらいいんじゃないかっていうので、例えばこれだとそのキューブのこういう制御技術だったりとかトラッキングみたいなのはプロジェクトになるならないかかわらず、いろんなことに使えるだろうっていうので研究開発をやって、でやっぱプロジェクトベースのものっていうのは、今回なんか特にそうですけど、やっぱりこのスペースを見て、思いつくところだったりとか、あとこの状況、あとはそのキュレーターの長谷川栄子さんとのディスカッションの中でアイデアが出てくることもあると思うんですけど、やっぱそのマルチプレックスってそういう多層的、その多視点的な考え方を作品に持っていこうっていう、作品に反映させようっていうことがまずはベースにあるので、その時に作品をどう作るかっていうのを考えていく時に、この技術とか使えるというか、なんかもう技術のこととかってなんかそこまでなんですかね、技術ドリブンであんま作ることってなかなかないので、やっぱりこの場所で何をすべきかみたいなこ
ことから始まって、必要があれば開発するっていう感じですけど、でもやっぱ本当に難しいのって、キューブの動きをどういうふうにするかとか、それこそダンサーさんどう動いてもらうかとか、その辺みっこさんが振り付けてますけど、あと音楽どうするかとか、だからなんかコンテンツっていうとちょっとなんか呼び方が安っぽいですけど、やっぱりその中身をどう作っていくかっていうところが結構、コンセプトができて、でその次にその制作のフェーズがあってっていうので、なんか技術的なハードルでいうとパーティクルズとかのあるんですかね。どうなんですか。でもね本当に技術が先かコンセプトが先かって、よく聞かれる話題でもあって、実際どっちかなと。技術は追っかけるのが絶対好きなんですよね。そうなんですよね。だって前話聞いてた時も必ず最新のそういう論文を読んでるっていうかチェックしてるって、やっぱそこになんか新しい発見がないかないかっていうのは、もう単純にその探求心というか、もう自分自身の欲求ですよね、多分ね。そうですね。それを何かのために使うっていうことが先に来てるわけではなく、これおもろいってなったら多分それを使ってじゃあ何できるかなっていう、そこからのアウトプットが多分大変だっていう今の話だったと思うんですけど。そうですね。